はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回はお悩み相談室ということで、質問箱に届いた質問の中からこんな質問に答えてみたいと思います。はじめまして。ひでさんは以前動画で25、6歳の頃から本格的にアニメーターを目指したとおっしゃられていましたが、アニメーターになると決断してからの経歴を教えていただきたいです。専門学校に入った、絵画教室に通った、独学。私も現在その頃のヒデさんと似たような状況にあるため参考にさせていただきたいです。お手数ですが本当に簡単でいいのでお願いいたします。こちら結構よくいただく質問なんですよね。ということで今回は絵を仕事にする前に必ずやっておいた方がいいことというテーマでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくことで、全く絵の知識がなかった僕が25歳頃から絵の勉強を始めてどうやってプロのアニメーターになったのか、その経緯をお話ししながら、一生後悔しないために絵を仕事にする前に必ずやっておいた方がいいことが分かっていただけると思います。今回の動画は年齢に関係なく、これからアニメーターやイラストレーター、漫画家など絵を仕事にしようと考えている人にとっては非常に重要な内容が出てくると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あとは単純に僕の学生時代のライフスタイルに興味がある方も最後までお付き合いいただければと思います。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎朝ライブ配信でお絵描き講習をやっております。リアルタイムで視聴できなくても途中参加の方でもアーカイブ動画で全ての配信を遡って見ることができますので安心です。もっと絵が上手くなりたい人、お絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。僕の詳しい仕事経歴も概要欄にリンクが貼ってありますので、興味がある方はそちらも覗いてみてください。それではやっていきましょう。ということで、まずは僕のざっくりとした経歴についてご紹介したいと思います。僕は25歳くらいの時にアニメーターになろうと思い始めて、そこから絵の勉強をしながらお金を貯めて27歳の時に専門学校に入学。29歳で念願のアニメ会社に入ってアニメーターとして働き始めたんですよね。そこからの仕事経歴はざっくりとこんな感じ。これ以外にもゲーム系のクレジットの出ないアニメーションにも参加しています。2021年までの分しか載っていませんがご了承ください。こんな感じで約12年間アニメの仕事に関わってきました。一見すると普通の経歴なんですけど、実は29歳でアニメーターになるのって業界的にはかなり遅い方なんですよね。アニメ業界に入る人は高校を卒業した後、専門学校で2年間アニメーションや絵の基礎知識を学んで、卒業後そのままアニメ会社に入社という流れの人が最も多いかと思います。実際に僕が最初に入った会社の同期の人や先輩は僕よりも年下の人が多くて、当時の僕と同じぐらいの年の人はベテラン扱いされている人が多かったんですよね。そんな感じの業界なので、ある程度年を取ってしまうと、今から絵の勉強をしても遅いんじゃないのかなと思ってしまう人も多いのかもしれません。でも大丈夫です。会社によっては年齢制限があるところもありますが、30歳くらいまでは新人として入れてくれる会社も結構ありますし、今では Twitter などの SNS でアニメーターを探している会社も多いので、実力があれば年齢は関係ない時代になってきてるんですよね。とはいえ、やっぱりある程度年を取ってからアニメーターを目指そうと思った時に、どうアクションを起こしていいのかわからないという人も多いと思いますので、今回は参考までに僕がアニメーターになるためにどのようなことをしてきたか、当時はどのようなライフスタイルだったのかについてお話ししてみたいと思います。アニメーターになりたいと思ってから僕がまず考えたことは、とりあえず専門学校に行こうということでした。当時は今のように SNS などは普及していなかったので、アニメ業界に入るイコール専門学校を出るというのが当たり前だったような気がします。とはいえ専門学校に入るにはお金がかかりますよね。当時の専門学校の2年間でかかる金額は確かだいたい200万円くらいだったかと思います。当時アルバイトで生活をしていた僕はほとんど貯金がなかったので、まずは専門学校に行くために2年間かけてお金を貯めようと考えました。ただ、専門学校を卒業さえすればアニメーターになれるとは考えていなかったんですよね。というのも、アニメ業界は離職率が非常に高いことで有名でしたので、アニメの専門学校で学んでアニメーターとしてどこかの会社に入社できたとしても、そこから長く仕事を続けていくためには、基本的な画力を自分で身につけておく必要があるんじゃないかとも考えていたんですよね。
そこで僕は2年間かけてお金を貯めるのと同時に、その間に絵の基礎を勉強して、専門学校に入るまでには基本的な画力は自分で身につけておこうと考えたんですよね。今思えばこの2年間があったおかげで普通に高校を出て専門学校に入るより余裕を持って絵の勉強ができたので、それがアニメ業界で生き残るのに非常に役に立ったと思います。実際にアニメ会社に入って仕事をし始めちゃうと、朝から晩まで仕事をしなくちゃいけなくなるので、絵の勉強をしたり仕事以外の絵を描く余裕って全くないんですよね。仕事をしながら基本的な画力を伸ばしていくって人もいないことはないと思うんですけど、僕が知る限り業界の上手い人は、だいたい業界に入る前から基本的な絵のスキルがあって、アニメーションのノウハウに関しては仕事をしながら身につけていったって感じの人が多い気がします。実際アニメーション業界を見てきて思うのは、絵の基礎がちゃんとできていない人は動画時代は乗り越えられたとしても、自分で原画を描くようになったら思うように描けずにやめていってしまうというケースが多いんですよね。アニメ会社に入るのって会社を選ばなければ結構簡単に入れちゃったりするんですけど、それから長く仕事を続けていくためには会社に入る前に基本的な画力は身につけておく必要があるんじゃないかなと僕は思います。仕事のノウハウに関しては会社に入ってからじゃないとわからないことだらけなのですが、基本的な絵を描く力に関しては後から後悔しないためにも会社に入る前にしっかりと学んでおいた方がいいと思います。では、僕が専門学校に入る前の2年間の間に何を勉強していたのかということなんですが、やはり絵の基本はデッサンだろうということでデッサン教室に通いました。当時僕は深夜に仕事をしていたので、夜にやっているデッサン教室に通って、その後そのまま仕事に行くという生活をしていました。最初は週に1回のデッサン教室だったのですが、1箇所の教室だけで学ぶよりも2箇所通った方が違う視点の意見がもらえて、より勉強になるだろうと思い、週に2回別々のデッサン教室に通うようになりました。そのうち1箇所のアトリエでは週に1回クロッキー会もやっていたので、そちらにも参加して合計で週に3回アトリエに通っていました。それとは別に自宅でも独学で絵の勉強はしていましたね。当時はあまり種類はありませんでしたが、絵の技法書や美術解剖学の本を模写したり、石膏の小さな幾何形態を買って家でもデッサンをやっていました。そのうち石膏像にはまってアグリッパやメジチ、ブルータスなどの石膏像も家に置いていましたね。当時は 2DK で家賃52,000円という格安のアパートに住んでいて結構スペースがあったんですよね。その頃はまだデジタルのお絵描きツールがそこまで普及していなかったので、絵の勉強といえばデッサンや技法書の模写くらいしかなかったんですが、もし今同じような環境に置かれたらデジタル作業ができる環境を整えて自分でアニメーションを作る勉強もすると思います。絵の基礎と合わせてやっぱり自分でアニメを作ってみるのがいいんじゃないかなと思います。そんなこんなで当時流行っていたビリーズブートキャンプもやりつつ専門学校に入るまでに基本的な画力と丈夫な体を手に入れることができました。そしていよいよ専門学校に入学するのですが、デッサン教室やクロッキー会に通っていたこともあってお金が思うようにたまらなかったんですよね。ですので結局奨学金制度を利用させていただきました。で、専門学校に入ってからはデッサン教室を一つ減らして、仕事も週末の金曜日、土曜日、日曜日の週3回に減らしたんですよね。それでもこの頃の生活は結構ハードでした。1週間のスケジュールとしては、月曜日から金曜日は朝10時から夕方16時までは学校の授業があって、その後学校の自習室が夜の21時まで使えたので、そこで授業の課題をやったり、それとは別にクロッキー帳に絵を描き溜めていました。どんなものを描いていたかに関しては別の動画で僕が専門学校時代に描いていたクロッキー帳を公開しているものがあるので、興味がある人は概要欄にリンクを貼っておきますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。で、金曜日は19時から21時までデッサン教室に通って、その後そのまま仕事に行って、翌朝8時に仕事が終わったら、またアトリエに戻って9時から12時までクロッキー会に参加していました。土曜日と日曜日は夜の22時から翌朝8時まで仕事をして、今度はそのまま学校に行くという流れでした。一見普通に見えますが、実は当時専門学校の近くに家を引っ越した関係で、家からデッサン教室と職場のある地域まで片道21キロの道のりを自転車で通っていたんですよね。往復で42キロ。
今思うと結構ハードだなと思います。ですので、月曜日は仕事明けでほとんど寝ずに、しかも片道21キロ自転車を漕いで学校の授業に出ていたので、眠気と疲労でヘロヘロだったと思いきや、逆にハイテンションで乗り切っていましたね。今思うと、この時のハードワークが後々アニメーターになった時に結構役に立ってるんですよね。アニメーター1年目の時は朝9時半に出社して夜中の2時過ぎまで仕事をするという生活をほぼ休みなくしていたのですが、そんな生活をずっと続けられたのもこの頃にきつい生活に耐えるだけの体力を身につけることができたからなんじゃないかなと思っています。ということで、僕がアニメーション会社に入社するまでにやってきたことをざっくりとお話ししてきましたが、そんな生活の中で僕が常に心がけていたことがあるんですよね。それは何かと言いますと、出遅れた分人の3倍努力をするということです。最初にも話しましたが、アニメ業界に入る人はだいたい20代前半で入社する人がほとんどなので、僕はかなり出遅れていたんですよね。ですので、周りの人に追いつくために人の3倍努力しようと常に心がけていました。人より多く努力しようという気持ちがあれば、どんなことでもある程度までは達成することができるんじゃないかなと僕は思っています。実際僕は40歳の時に新しく YouTube チャンネルを始めたのですが、おしゃべりのノウハウや動画の作り方を全く知らないところからスタートして、2年でこのチャンネルをここまで成長させられたのも、こういった経験が大きく活かされているんじゃないかなと思っています。アニメーターに限らず、これから新しいことを始めようとするときに、遅すぎるかもと不安になる人も多いかもしれませんが、何かを始めるのに遅すぎるということはないと思います。周りの人より出遅れている分、努力する必要はあるかもしれませんが、アニメーターや絵の仕事に関しては、頑張った分しっかり身につくと思いますので、諦めずにチャレンジしてほしいと思います。もし全力を出し切って自分の目標が叶わなかったとしても、チャレンジしないで後悔するよりはいいんじゃないかなと僕は思っています。ということで今回は絵を仕事にする前に必ずやっておいた方がいいことというテーマでお話しさせていただきました。今回のお話がこれから絵を仕事にしたいと思っている人にとって何かの参考になればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。